サムライチャンネル。皆さんこんにちは。サムライチャンネルです。今日は除雪機収納前のグリスアップ編ということでお送りします。説明書にはグリスとかオイルというようにね、グリスポイントを記載してあるんですけれども、グリスを使うとね、ベタベタしてまってちょっと汚らしくなってしまうので、私はシリコンスプレーとグリススプレーを使っています。それでは早速グリスアップしていきます。まずはクラッチ部分からグリスアップしていきます。このクラッチの下がね、旋回レバーですんで、このように動かしてね、馴染ませながらグリスアップしていきます。使っているのはね、シリコンスプレーを使っています。ここもベタベタするとね、汚らしくなってしまうので、私はできるだけシリコンスプレーを使っています。この右側がね、旋回レバーですね。こちらの方もね、しっかりと可動部に動かしながら馴染ませていきます。この旋回レバーもね、グリスアップをしっかり行っておかないと、握る力がね、やっぱ変わってきますんで、やっぱこの握るときね、軽い方が具合いいですよね。続いて、前進後進レバーのグリスアップに入っていきます。ここもね、もう可動部はすべてね、グリスアップするんですけれども、ここもね、やっぱシリコンスプレーを使っていきます。そしてここどうしてもね、やっぱ場所的に、雪でね、濡れたりだとか、凍りつきやすい場所ですんで、シーズン中はね、何回か定期的にグリスアップを行っています。レバーがね、このプラスチックの部分にね、側面当たってますんで、このプラスチックの、ね、側面部分を塗っておくといいと思います。続いてこのエンジンの回転数のレバーですね。このアクセルレバーのところもしっかりとグリスアップします。そしてこのチョークの部分はね、説明書には記載されてないんですけれども、グリスアップしておくとね、滑らかになりますんでおすすめです。鍵穴もね、凍りつかないように、シリコンスプレーを吹き込んでおきます。続いてシューター部分のグリスアップを行っています。ここも雪が付着しやすい部分ですんで、シーズン中も定期的にグリスアップを行っています。ここもね、本当はね、引き抜いてね、グリスアップすればいいんですけど、ちょっと面倒なんでね、今回は省略しています。でもこのグリスアップの醍醐味っていうのは、やっぱりこう動きのね、渋いところにね、グリスを塗って、こんなに軽くなるんだとかね、やっぱこういうのがグリスアップの醍醐味ですよね。本当にね、こう整備をやってて、こうグリスアップする瞬間っていうのね、好きですね。続いてシリコンスプレーからグリススプレーに切り替えてグリスアップを行っていきます。グリススプレーの缶はね、よく振ってから、使うのがおすすめです。で、やっぱこうグリス使うところってね、荷重のかかるところとか、長くグリスを持たせたいところに使うのがやっぱりおすすめかなというふうに思います。ただご覧いただいているようにね、やっぱりこうグリスをね、塗り続けていくと、そこがベタベタしてちょっと汚らしくなってしまうので、こういうところがね、ちょっとこう気になるかなというところです。続いてシリコンスプレーからグリススプレーに切り替えてグリスアップを行っていきます。まずはね、この車軸部分ですね。こちらの方に塗っていきます。続いてシューターモーターのグリスアップを行っていきます。こちらね、カバーがついてますんで、ネジをね、3本外してカバーを取り外していきます。そうしますともう歯車が見えてきましたね。この部分はね、このカバーを外さないとできないので、意外とね、ここグリスアップしてない方がいるんじゃないですかね。それでこの部分には、シューターのね、上下方向を動かすモーター、それから左右方向に動かすモーターと、モーターがね、2つここに入ってますんで、それぞれのギア部分にグリスアップを行っていきます。こちらはね、シューターの下のギザギザの部分、こちらはね、カバーを外さなくてもグリスアップできるんですけど、この右側のね、上下方向のモーターのギアだけは、カバーを外さないとできないので、注意が必要です。で、この部分はね、今スプレーで塗ってるんですけれども、手で塗るタイプのね、グリスを塗った方が、グリスアップがやりやすいです。今ね、片手でカメラを持ってますんで、そのカメラをね、グリスだらけにしたくないなという思いがありまして、それで頑張ってスプレーで塗布しているところです。でも結局ね、この後めんどくさくなってしまって、手でね、馴染ませてグリスを塗布しました。
どうせね、手で塗るんだったら、もっといいグリスをね、塗ればよかったかなと思ったんですけれども、まあね、とにかくなんかついてればね、そんなに影響のある場所でもありませんので、とりあえずね、手で馴染ませているところです。この部分はね、カバーを外さなくてもグリスアップできますんで、シーズン中もね、ここやっぱりどうしてもこう雪がね、ついたりしてグリスが落ちやすい部分ですんで、しっかりと塗ることをお勧めします。そしてね、2箇所のモーターにしっかりとグリスを塗ったらカバーを戻していきます。この3箇所のネジも、あまりね、強く締め付けないように注意をして締め付けてください。そしてここから伸びてるワイヤーケーブルも接触する部分がありますので、薄くグリスアップをしておきます。そして収納するときはね、シューターを右側にしとくと、このワイヤーにストレスがかからなくて良いと思います。そしてグリスアップの最後の難関はこのハイトシリンダーですね。非常にね、グリスアップがやりづらい奥にあるので、このようにオーガをね、一番上まで持ち上げて、今ね、寝そべってね、手を伸ばして撮影しているところです。グリスアップのポイントは2箇所あるんですけれども、1箇所がね、この上側ですね。シリンダーの上側のこのジョイント部分となります。そしてもう1箇所がこの下側のこの部分、この可動部となります。ここは非常に荷重がかかる部分ですんで、ここのグリスアップはね、1年に1回必ずやった方がいいと思います。ただなかなかね、目につかない部分ですので、意外とここやってない方も多いんじゃないかななんていうふうに思っています。ここはやっぱり荷重もかかるので、グリススプレーで塗っていきます。手で塗るタイプのグリスだとね、ちょっと塗れないので、やっぱりここはね、スプレータイプのグリスが最適かなというふうに思っています。奥まっていて、届きづらい部分もありますので、もうね、そこめがけて噴射するという感じですかね。そしてこのようにね、右側から吹きつけたり、左側から吹きつけた方が丁寧な塗布ができると思います。非常にね、やりづらいので、私も段ボールを引いて、そこに寝そべって今グリスアップをしているところです。今撮影しながらですんで、もう本当にね、こう手がつりそうな感じでね、塗布をしてるんですけれども、もし可能であれば、ブロックとかね、その上に乗り上げて、少し除雪機を高い位置にして作業してあげた方が、ここの部分の塗布はやりやすいかなというふうに思っています。本日の動画、このグリスアップ編はこれで最後になりますが、皆さんからのグッドボタン、そしてコメント、チャンネル登録が私の動画作成の原動力です。応援よろしくお願いします。